届きました。24年モデルのバンフォードです。シマノは遅れるって聞きますけど、ツインパワーもバンフォードも予定より早く届きました。今初めて箱から出してます。梱包がツインパワーとは違いますね。本体が袋にも入ってません。付属品はスプールワッシャーとアンチツイストフィンです。このフィンは破損しやすいのでしょうか。見た目はツインパワーに似ている感じです。油膜みたいなのが初めからついているのもツインパワーと同じです。分かってましたけど軽いですね。私が持っているリールでは一番軽いです。これは2500番台ですが、自重は 175g です。シマノのスピニングではバンキッシュの次に軽いです。巻き心地は軽いというよりは滑らかな印象です。ベールを返した時の音は若干鈍い感じの音です。個人的には金属音が好きなので、樹脂ローターだと仕方のない部分です。ドラグの音も鈍いです。せっかくなので19ストラディックと比べてみます。ベールを返した時の音やドラグが出る時の音はこっちの方が私好みでした。ここら辺は好みですね。別に聴感に影響するわけじゃないです。巻き心地の軽さはストラディックの方が上でした。ただこのストラディックはベアリングを12個にしてしまっているので、正確な比較対象にはならないです。ベアリング追加後に改めて比較します。ストラディックの方がクリアランスは大きいですね。ストラディックの巻き心地の軽さはこのクリアランスの大きさが要因かもしれません。バンフォードは全然カタカタしないですし、こっちの方が巻いた時の感覚がリニアで、私はバンフォードの方が好きです。外から見てわかる部分はこれぐらいでしょうか。では分解していきます。目的はベアリング追加箇所の確認です。前のモデルを持ってないですが、変化点も見ていきたいと思います。前モデルからの変更点は基本的には23ストラディックと同じです。ご自身で分解することは推奨しませんので、この動画を参考に実施される方は自己責任でお願いします。まずはドラグです。この中にデュラクロスのドラグワッシャーが入ってます。タイマンも製の工場ですから見た目では分かんないですね。ベールはチタンです。ストラディックの場合はステンレスです。ボディはすべて CI4 でマグナムライトローター搭載になってます。アンチツイストフィンです。ストラディックぐらいの機種からここの取り外しには 0.89mm の六角レンチが必要です。工具メーカーによっては 0.9mm の表記になってます。私の工具がそうです。ここの樹脂のブッシュはベアリング交換できそうです。リジットサポートドラグシステムが入った機種なら初めからベアリング搭載しているので、その部品を流用してもいいかもしれません。ブッシュのサイズは外径が 11mm、内径が 7mm、厚みが 3mm です。ミネベアのベアリングの型式なら DDL1170 が該当します。ここのナットの角の表面処理が若干取れてます。
神経質なことを言ってますが、私の中ではこういう細かいところに気を使えているかは製造のクオリティに影響するものだと思ってます。このナットは 12mm のレンチで外せます。このナットの中にある真鍮と思われるブッシュもベアリングに交換できそうです。純正は O リングがついているので、ベアリングに変えると防水性は失われると思います。ここも上位機種の部品利用ができればそっちの方がいいと思います。ブッシュのサイズは外径が 8mm、内径が 4mm、厚みが 2.6mm です。ミネベアの型式だと DDL840ZZ が該当します。厚みが若干違いますが、おそらくそのまま使えます。場合によってはワッシャーを抜いてシム調整が必要になるかもしれません。ハンドルのノブにはベアリングは初めから2個入ってます。ストラディックだとベアリングは1個です。軽快に回るわけではないですけど、気になる状態でもないです。むしろこれぐらいの方がクリアランスが少なくてカタカタしなくていいです。ローラークラッチは外す前に位置関係の印をつけておきます。ボディの合わせ面に来ている場所にラインを引きました。ローラークラッチを外すときはリールを逆さにしないとバラバラになる可能性があります。ダメでした。プレートが外れた状態で抜かれたのでニードルが取れてます。このプレートを保持する爪は浅すぎませんかね。なんとかその場で直そうとしましたが、どんどんバラバラになって収集がつかないです。もう何度も経験してきたので直せないことはないですが、ただただめんどくさいです。直し方の動画は過去に上げてますので、修理方法が気になる方はそちらをご参考にしてください。ラインローラーはベアリングを外せそうにはありません。ここは非分解です。唯一この黒い樹脂のブッシュがベアリング交換できそうです。サイズは外径が 6.7mm、内径が 4mm、厚みが 2.6mm ですが、段付きになっているので飛び出している部分を除くと厚みは 2.4mm ですね。ベアリングの型式は DDL740ZZ が使えそうです。ここのベアリング選定と調整は苦労しそうです。そもそも交換したところでそれほど効果はないか悪くなる可能性もあります。ここは T6 のトルクスで回せます。本体部は1箇所だけ T8 のトルクスが必要になります。ボディが樹脂なので全てビスがタッピングでした。内部とご対面です。メインギアは黒なのでアルマイト処理だと思います。グリスの塗り方がツインパワーと違いますね。もしかすると日本製造じゃないものはディスペンサーを使っていないのかもしれません。珍しくメインギアには1枚もシムが入ってませんでした。部品の寸法が設計のど真ん中か、組み立てた人が何も考えてない適当な人かどっちかでしょう。前者であることを願います。ギアの外径は 32.2mm です。インフィニティクロスも見た目では分かりません。ミクロの話です。
メインシャフトにはインフィニティドライブのための特殊表面処理がされています。タフトライドとか窒化処理みたいな表面高度を上げる処理だと思いますが、確かなことはわからないです。ウォームシャフトの下側にはシムが2枚入ってました。ここの樹脂のブッシュはベアリングに交換できそうです。これもまた段がついてます。サイズは外径が 6mm、内径が 3mm、厚みが 2.4mm ですが、段付きになっているので飛び出している部分を除くと厚みは 2.3mm です。見えにくいですが、中心が 0.1mm 膨らんでいます。ベアリングの規格は DDL630ZZ か630にシム調整して入れることになりそうです。ウォームシャフト上のブッシュです。ここが一番気になってました。ニーサンストラディックも同一形状です。外径は約 5mm、内径は 2mm、最長部での厚みは 4.7mm、一段下だと厚みは 3.1mm です。ちなみに細い部分の外径は約 3.9mm でした。適合するベアリングは全然思いつきません。入れるとしたら DDL520ZZ です。ただベアリング交換しようとすると特殊形状のブッシュをジュラコンを使って旋盤で製造するか、このブッシュを加工するかです。無理してでも交換してみたいので方法を少し考えてみます。結果はベアリング追加する後編の動画にてお伝えします。分解完了です。ベアリング交換は合計11個には間違いなくできます。12個も頑張ればできる感じでした。ただ調整が少々面倒な気がしますので、無理して行わない方がいい気がしますが、私は自己満足のために頑張ってみるつもりです。次回の動画は実際にベアリング追加していきます。